こんにちは、鳥犬チャンネルです。本日はね、Qキットの300円のガンキャノンを回しております。これを改造してね、ちょっとスタイル変えていきたいかと思います。そして前回放送したコアファイターなんですけど、これに使っていきたいと思っております。ガンダムも今年が確か放送45周年とかいうことでね、なんかいろいろ動きがありそうなんですけれどね、私もちょっとなんかやってみたいかなと思って、こちら手をつけてみたいかなと思っております。 G ガンダムの方もね、30周年ということでね、 G ガンの方もね何か触れたらいいかなと思っております。それでは今回もよろしくお願いいたします。はい、それではね、まずね Q キットの方をバラバラに切っていきます。節目節目でね、延長とかしたいところをねカッターで切っていくんですけど、このカッターというか、ナイフですね、ヒートペン使ってます。でヒートペンのね純正のベンダーじゃなくってデザインナイフの先っちょをつけてます。先端のね取り外しのできるハンダゴテのやつですかね、それがねホームセンターとかねモノタロウで売ってるんですね。でその刃が折れたらね、デザインナイフと全く同じもんなんで刃を変えながら使っております。これねヒートペン200度ぐらいでですね、こうやって温めて切っていくとね割とやりやすくなります。でさっき接着剤見えたかと思うんですけどね、切る時に流し込みの接着剤とかエナメルを刺してあげるとね割と簡単に切れやすくなります。今ね流し込みの接着剤入れました。接着剤の方がね割れはにくいです。割れというかこう周囲への割れですね。エナメルだとねいるところも割れたり、後で腐食とかでねペキって割れちゃったりする時もあるんで、比較的新しいキットだと大丈夫なんですけど、旧キットで時間の経ったものとかになると割と割れが入りやすくなったりするんで、またそこの修正がねめんどくさかったりするので、ちょっと高くはなるんですけどね、エナメルの溶剤使うよりもこういった流し込みの接着剤使うと比較的いいかないう感じで使っております。もうここも好みですね。真似してみようという方はもう好みでどっちか選んでいただけたらいいかなと思います。でヒートペンね、この間もお伝えしたと思うんですけどね、十和田技研のヒートペンもうほぼ入手不可能な状態になり始めてますね。個人店さんでね置いてるとこやったらまだあるかもしれないんですけれど、ちょっと残念なことにね終売みたいなんで、これ壊れた時ねどうするかという問題もあるんですけど、壊れるまではこれ使って、壊れたらまた代替えでねちょっとお値段高くなるんですけどね、木工用のなんていうんですかね、同じようなヒートペンみたいなのあるんですね。調べたらそういったものに切り替えていかなきゃいけないのかなとは思ってます。このヒートペンも実は2代目で、1代目はね、壊れたのはまず根元が切れていって、でそこはね別に電気工作で、中を開けてつなぎ直しすればね、線をつなぎ直しすれば折れた線は復旧できたんですけど、新たにねリード線の皮むいてくっつけてあげれば。でその次壊れたのは中に、遮断するための、電気の遮断ですね。過電流が走った時
安全なようにブレーカーと同じ働きをするヒューズですね、ヒューズを交換したことあるんですけどね。あとはもうベンダーの手元の根元の今ちょうど指があるところの中にあるんですけども、中の温度を上げるためのリード線がいっぱい巻いてるんですけど、そこが切れてもうねダメになりましたね。はい、そして今このようにヒートペンの工作やっておりますけど、こういう風にね穴埋めもねできるんで、ランナーとか使ってね、余ったランナーとか使ってね、こういう風にパテ代わりに使うことができます。パテ代わりに使えるってことはね、パテ買わなくてよくなりますし、ランナー使いますしね、環境にちょっと優しくなるかなというところはありますかね。そして強度的にですね、やっぱパテのつなぎ目と、同じこの素材プラスチックだとね、やっぱパテよりもねこっちプラスチックの方がねいいんですよね。であとヤスリで削った時もね同じ感覚で削っていけるんで、それでねもうヒートペンがもう手放せなくなりましたね。はい。で十和田技研のいいところはこの指の位置ですね。右手の持ってる指の位置がすぐベンダーの近くで、工作物のすぐ近くにあるんで、すごくコントロールがしやすいんですね。けどね今他のこう代替で考えてるものとか見てると、割とねここが長さがあるんですよね。結構軸のもっとこう後ろの方持たなきゃいけないんで、細かい作業するときがやりにくいに違うかなっていう心配はありますね。はい、このようにね型を割って型の内部のなかったところを作っていこうとしております。あとねヒートペンはね先っちょの形いろんなものがあったり、太さも違うものあるんで、用途によってね交換して使えるっていうところがいいところですかね。はい、ガンキャノンの型のなかったところ HG ではね再現されたんですけど、そちらを作っております。はい、そして足ですね。足がねちょっと台形に見えたんで、今プラパンの白いとこ見えますかね。そこにプラ板貼って、なるべく長方形になるような形にしております。で隙間埋めを接着剤を塗ってから、プラのね廃材を使って穴埋めしてます。昔はパテでした。今はもうこのようにねランナーとか使った切れっ端とか使えばいいんで、はい、肩の付け根はねこうやってねリューターで削っていきます。ボークスのビルドマスターを私使っております。これもねちょっとね根元がまた断線気味で修理出さなきゃな思いながらだまし使ってるんですけどね、一応ボックスさんに聞いてたらね店に持ってきてくれたらまた修理出してくれるよっていう話は聞いております。これでね肩の関節が内側に入ることでね、つなぎ目が気にならなくなるっていう感じですかね。はい、でこれヒートペンの今度はねカッター、本当のもともとついてるカッターのところですね。これで、ピンのいらないところを切っていっております。はい、そしてね足の内部の作り方ですね。このようにね、貼り付けていってますね、関節を。次はね股関節作ろうと思っていって、まずね長方形にね、プラ板 1mm を切り出しております。そしてここにね穴をね 3mm の穴開けようと思ってます。はい、このように直角定規を使ってですね穴の位置保護決めて、そして、はい、まず細めのピンバイスで穴開けて 3mm 開けてあげます。そしてね、はい、全部で4枚作ってあげて、今ね、ポリランナーの軸のとこですね、ちょうど T 字型になっているところのを使って関節作っております。はい、ここね回転軸作ろうと思ってねやっております。はい、これがね下半身につく方、今飛び出てる方、後でねカットはするんですけれど、はい、こちら長い方が股関節の方につきます。はい、次はですね股関節ですね、足の太ももの付け根のところに当たる部分ですね。これ作ろうと思って、ブロックを2つ作ろうとしております。はい、ポリキャップね、3mm 径で、
5ミリの外角ですかね、このポリキャップを取り付けてあげて箱組みしていっております。でちょっと補強のためにね、このままやったらプラプラするんで、3ミリ系のプラパイプを貼り付けてあげて、ちょっとねタイトにしてあげよう思うところです。あとはね、いらないところをもうニッパーでパチパチプチプチと切り取っていっております。はい、次は肩から腕のところなんですけどね、穴がちょっと小さかったんでね、リューターで広げていってあげてます。そしてね、ここのピンがねちょっと出過ぎなので削っていってあげて、完全に削り落とさなくてね、ここのピンは一応可動で使おうかなと思っています。ここにね、ポリキャップを後で仕込んであげます。はい、手首のところね、このようにボールジョイント仕込んであげて、はい、はめ合わせてあげました。肘の関節はね、ボールジョイント入れて、なおかつですね、リボキュー入れてあげてますね。はい、そして肩の関節作ろうとしてますね、これね。はい、肩の関節もね、このように箱組みして、そしてポリのランナーと組み合わせてこのような形にして作っております。はい、これでね出来上がり。はい、肩もね中に入った感じになるんで、アニメの感じに近くなったかなという感じで、顔ですね、顔は切り取っててね、後でこのように、はめるようにしてあげました。はい、で手ですね、指がねちょっとね形違うかな、手拳がちょっと違うかな思ったんで、はい、ヒートペンでねまず指を全部切り替えていってあげてます。で、あと広げるんですね。で、あとはヒートペンで成形していくということをやっております。はい、指ですね、ランナーを溶かしてあげてですね、このように盛るとこは盛って、あと延長するところは延長しながら、そしてね指の形をね、やり直していってあげてます。ヒートペンのベンダーはね、軸が3ミリぐらいの先端のやつですね。これで溶かしながら成形していっております。ヒートペンのね温度はねこの時170度ぐらいですかね。ヒートペンね温度が調温できるいうのが一つはミソですね。はい、手袋しておりませんけどね、できれば軍手等をねした方がいいかもしれないです。このようにね成形がねできてくるので、ほんとねパテ工作っていうのは減ります、これ使うとね。はい、これでねだいぶ手の形にいい感じになったかなとは思います。いかがでしょう。はい、そしたら次はね膝の関節やっていってるんですけど、ボールデンアームズ入れることにしましたんで、ボールデンアームズそのものだとねちょっと細く見えちゃったりするので、周りをねプラパンの箱作って囲んでいってあげようと思ってます。これはね他のロボット系のものでもやってるんですけど、効果はあるかなとは思います。はい、このように貼っていってあげてますね。で形合わせして切り出しして、貼っていってあげるっていうことをやっております。ここでもね今まだ使ってないですけどね、ヒートペンとか使ってね、溶着してあげるとねより強固に接着剤だけじゃなくて熱の力で溶けたプラスチックでより強固にくっついてくれることができます。はい、このようにちょっとね耳を多めに残しながらつけていくのがコツっていやコツですかね。はい、このようにねやっていってます。で関節の折れ曲がるところはプラパンをねちょっと短めに切り出ししてつけてあげるっていうのがポイントになるでしょうか。はい、そして飛び出ていらないところはこのようにニッパーで切っていってあげます。はい、ヒートペンですね、ヒートペンで溶着していってより強固にね簡単に剥がれないようにしていってあげます。これやるとやらないんではね結構強度が違う。であとはねやるときに今ちょっと見えましたけど、流し込みの接着剤もね使うとより効果的かなと感じております。
はい、あとはね大まかにいらないところはヤスリで削ってあげて形を整えて出来上がりになります。はい、そしたらね今度はね肩の内側やっていこうと思います。肩の内側ねこのままだとねちょっとね、隙間が大きく見えるんで、はい、ランナーですね、クラランナーを溶かしてあげて、はい、このように溶着していって足らないとこね作っていってあげております。はい、昔はパテでした。今はこのようなランナー使ってねこういう工作ができます。次は足首ですね。足首もねちょっと足らないんでね隙間が大きく見えちゃうんで、はい、いらないところのねパーツを使って、あとランナーも使って埋めていきたいと思います。ヒートペンがねこういう時は欠かせません。はい、見えそうなとこ埋めてって、はい、このようにだいぶ隠すことができました。はい、このように足らないとこねまだね持っていっております。はい、溶着した後はねこのようにちょっとね表面はいまいちかもしれませんけれど、はい、このようになってきております。はい、そして股関節のところですね、ここの穴もねちょっと目立つんで埋めたいんで、このようにランナーとかして埋めていきます。はい、塗装前のサフ掛け終わったところです。どうしても改造すると傷が結構あるんでね何度もサフ掛けしました。はい、そしたら塗装です。黒第一下地で鑑定色塗って、今はフィールドグレーの2番を吹いているところです。ちょっとね青みがかったグレーにしたかったのでこれをチョイスしております。はい、頭部はクールホワイトですね。機体色はねシャインレッド吹いていっております。で胸のダクトの黄色は、ダークイエローを塗ってイエローをそれから塗ってでマスキングして、それでね全体を白を吹いてからで今のシャインレッドを吹いております。はい、次はデカール貼りですけどね、バンダイさんが出しているデカールを使っていきます。結構ねこういうのあると便利ですね。はい、デカール貼りはね最近今右の上端にちょっと映ってますね。水に含ませたスポンジの上に切り出したデカールを並べて貼っていくとねすごく作業はやりやすいです。はい、デカールね、余るところはどうしてもねこういうの買うとあるんですけどね、また違う機械に何かに使えばいいんで、そう思いつつね、これを使っていきます。やっぱデカールね切って使うとねやりやすいです。そのままでやるとねまたのり付けがね悪くなったりするんで、はい、で今ねこのようにやっておりますけどね、ちょっとやりづらそうですね。なんとか外れてくれました。はい、このようにスライド転写して水気を綿棒を吸っていっちゃうっていう。で今置いてたのはねマークセッターですね。クレオさんのマークセッターを塗ってその上に置いていく。でほぼ乾いた後で、あとはマークヒットの方を塗って密着させて、その後で、トップコート拭いてやるとカシしてくれますね。トップコートはもちろんちゃんと全体が乾いてからやらなきゃダメなんですけどね。でもねこういったのを筆塗りでちゃんとやれる人ってねすごいな思います。私はあんまり筆塗りでねそういうのはこう綺麗にできなくてこうよれちゃってねこうぐにゃぐにゃになっちゃったりするんですけどね、あれ綺麗に塗る人いるんでねすごいな思いますね。
このような感じでね、どんどんデカールを貼っていってあげてます。でね、今金属のスパチュラとか使ったりしてね、位置決めしてるんですけど、金属だと破けてあったりする時があるんで、竹串とかね使うといいかもしれません。その時の気分でね、私も竹串使ったりしてね、位置決めとかしてる時はあります。このね108っていうのは開始電気いうことになってますけどね、これ劇場版のね3作目だったかな、その時にこういったね、番号とかね出てきましたね。でガンキャノンが2台っていうね、テレビ版ではガンタンクだったんですけど、ガンキャノンに変わって、で、G アーマーは出てこなくてコアファイターが出てきたっていうね、G アーマー出てこなかったやつはちょっと語弊があって、実はね画面にちら映りはしちゃったりしたんですけどね、巡り合い空にね。はい、でもね、なんかこういう番号とかね書かれたりアニメでもするとなんとなくリアルな感じがしてましたね、子供の頃って。はい、そしてね左足にもね108の番号を入れてあげてます。確かアニメで足はなかったんちゃうかなとも思ったりもしたんですけどね、しっかり覚えてないんで、ググったら出てくるんでしょうけどね。でも最近のマスターグレードですかね、あの辺とか足に番号入ったりしてたんで真似をしてみました。はい、そしてつま先のとこに貼ってる黄色いデカールですね。デカールの長さ、パッケージされてるものはここまでしかなかった。ちょっと後ろ回りがね足りなかったんで、足りなかったとこはね筆塗り下手くそなんですけれど、下出るカラーで、ベースの白でライン引いてあげて、レイヤーの黄色を後で入れてあげました。で線を作っております。あとはもうウェザリングでねよれてるとこを隠してしまいました。はい、そういう工作でやっております。もうね、デカール針もねちょっと細かいんですけどね、こういうの楽しいですよね。はい、では次はね、汚れたマットの方の上で、ウェザリングしていきます。ウェザリングはいつものクレオスのね水性ウェザリングペイントを使っております。はい、これのねアンバー使ってね、まず墨入れしてあげて、乾いてからねちょっと濡らしたティッシュや綿棒で拭き取ってあげます。はい、ティッシュでね拭き取ってあげてってます。ティッシュよりもねキムワイプ使いたいですけどね、ちょっとお金かかるんでねあんま買ってないんですけどね、ちゃんとやる人はキムワイプ使ってるかな。で、はい、今度はね締めで黒入れます。黒を入れるとねさらにねキュッと締まった感じになるんでね、黒入れてあげます。ただ白いとことかはねあんまり黒入れない方がいいような気がしますね。アンバーで留めてった方がいいかもしれないです。はい、乾いたところをね拭き上げていっております。であとね足のこうなんていうかな、中心に入ってるラインとかのところはね拭きすぎると取れてしまってね物足んなくなるんで、後で墨入れねしていってあげてます。墨入れも水性の塗料をね、墨入れできるようにマジックリンでと水でちょっと薄めたものを使ってやっておりますけどね。はい、あとはねエッジのところねちょっとアクセント入れたくてね、こういったまたねウェザリングカラーを墨入れじゃなくて、ドライブラシですね。ドライブラシでカサカサとなんとなくエッジのとこ入れてってます。はい、なんかホコリとかねそういった表現のやつですね。はい、次はねコアファイター内蔵させていきたいと思います。
前回作ったコアファイターになります。このように回転させて、回転軸はね、ここはネオジムが入ってるんでね、ペタッとくっついてくれます。塗装もしやすくなりますね。取り外しも簡単にできるので、ここね、垂直尾翼のところがね、完全変形はちょっと難しかったんですけど、青いところは外して、で垂直尾翼ももう外しちゃいます。そしてこちら下半身とドッキングさせてあげます。真鍮線を出してあげててね、真鍮線を取り付けた基部ブロックと合体させてあげます。なかなか入りづらそうですね。ちょっとねコツいるんですね。あ、綺麗に入ったみたいですね。はい、そして上半身とドッキングです。もう上半身別にね、もう上から重力で落としてあげるだけです。はい、もうこれだけです。スコッと入ってくれます。はい、ガンキャノン108号、1085、それからね、1095、早い時もね、作ったんで、はい、同じく、はい、コアファイターをドッキングさせます。はい、できました。109もできました。ガンキャノンはね、やっぱ2つ欲しいですからね。そしてね、股関節の曲がりっていうのがやっぱね、ガンキャノンミソかなと思うんですけど、このようになっております。はい、ここのね、関節の中心軸を回すようにして、バンダイさんあんまりこういう機構をね、まあ物によっては作ってるんですけどね、はい、私こういう風にしてみましたということで、はい、引き出し関節になってます。でちょっと足首が今ねちょっと外れちゃいましたけど、腰ブロックのねちょうど股関節の中心に当たるところにね、ここの 3mm 軸を刺してあげて、ここを回転させて引き出すことでね、股関節が下にね若干何ミリかな、5ミリぐらいは下に落ちてくれるんで、それでね出た足でそのままへとブサイクなんですけどね、ここで膝曲げ、腰をだいぶかがめたスタイルにすることができます。パンツ割りがね、私あんまり好きじゃなくってね、M 字モデルとかがね最初出た時はすげえな思ってたんですけど、なんていうんですかね、なんかやっぱ年重ねてくると割りっていうのが生理的にちょっと嫌だと思うようになりまして、でこのようにねなるべく割らずにこういったところをね再現するにはどうするかっていう技法の一つでこういうのやってみました。皆さんいかがですかね。やっぱパンツ割りしてる方がかっこいい、リアル感ある人もいるかとは思います。はい、もうそこは好みだと思います。